毎日お仕事お疲れ様でございます。フューチーチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるーく配信しております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回はですね、僕の独断と偏見で選ぶですね、レクサス NX つけてよかったオプション4選ということで、いつも通りですね、一人寂しくまったり話していこうかなと思うんですが、よかったらですね、お付き合いのほどお願いいたします。まず一つ目になるんですが、これはですね、間違いなくムーンルーフになるかなと思います。正直ですね、検討している段階では、そこまでつけなくてもいいのかなって個人的には思ってまして、で、その理由がですね、別に車の中でタバコとか吸うわけでもないですし、夏は明けてるともちろん暑いじゃないですか。で、冬は逆にめちゃめちゃ寒いじゃないですか。なので、つけたとて、そんな何回も何回も開けたりとかしないだろうなーって奥さんとは話をしてたんですよ。で、ただですね、やっぱ高級車には必須の装備だよなーっていう気持ちは自分の中であってですね。で、その中で、いろいろ調べていってですね、リセールの観点から見て、やっぱりサンルーフとかはつけておいた方がいいのかなと、夫婦で意見がまとまってですね、結局つけることになったんですけど、で、やっぱつけてみてですね、あるとないとでは、やっぱ違いますね。実際使ってみると。で、今の時期なんかですと、だいぶ暖かくなってきて、昼間とかだと、ね、20度ぐらいまで気温が上がる日なんか、ね、車内暑くなりがちですし、で、そういう時に開けて走ると、やっぱね、風が入ってきてね、気持ちいいんですよね。で、車内のね、換気にももちろんなりますし、で、開けて走ることによって日差しが入って、車内もね、明るくなって開放的ですし、で、これが11万円でつけれるんだったら、比較的コスパいいんじゃないかなと思います。ですので、パノラマルーフで24万2000円でしたっけ。で、ルーフレールとセットで。で、24万円はちょっと高いなって思われている方は、ぜひですね、ムーンルーフだけでもつけられることを僕的にはお勧めします。次にですね、2つ目になるんですが、2つ目はアドバンスドパーク周囲静止物センサになります。これがオプションで4万4000円となってます。このオプションがつくことによってですね、車の車体の側面にもセンサーがつきますので、内輪差とかで縁石とかの障害物でガリ傷作ってしまうっていうことがほぼゼロになります。実際ですね、僕もですね、妻と買い物に行った帰りに、で、駐車場から車を出そうと思って、で、その時ね、ちょっと急いでて、あんまりこの車の周りの状況を確認せずに、そのままね、車を出庫したことがあったんですよ。で、そしたらですね、急にブレーキがガーッとかかって、で、ナビ画面と液晶の画面に赤字でデカデカとブレーキみたいなのが表示が出て、で、もちろん車内にね、めっちゃアラームも鳴り響いたことがあって、で、その時2人でビクーンってなって、何が起こったんだみたいな。なんかぶつけたみたいな。どうしてみたいな。何これみたいな。めちゃめちゃ焦って、でもとりあえずね、すごい車内にね、ブレーキって表示も出るし、警告音鳴り響いとるし、一旦ちょっと外出て周り見てみようかって言って、降りて車の前見てみたら、本当にね、車の右側の前方、右のそのヘッドライトのすぐ前の下っ側に、ちっちゃいね、カラーコーンが置いてあったんですよ。で、荷物をその時買い物した後だったんで、車の後ろ側から回って、で、荷物をね、トランクっていうか、ラゲッジに乗せて、で、そのまま運転席と助手席、うちら、車に入ったんで、車の前方の状況はね、全く見てない状況で出庫しちゃったんで、あれなんですけど、で、車にもちろん乗り込むと、そんなフロントの下側のところなんてもちろん見えないじゃないですか。で、だったらパノラミックビューモニター毎回起動して出庫すればええやんってなるんですけど、毎回毎回そんな押してね、車の周囲全部確認して、よし、オッケーだ、行こうみたいな、そういうことは普段してないので、まあ、
乗った感じね、周り人もいないし大丈夫だろうなと思って発進したんですよ。で、そしたらガクーンブレーキかかって、もうびっくりしてですね。で、多分、誰かがね、多分近くにあったカラーコーンを邪魔で、うちらの車の前に邪魔だったから多分ポンって置いたんでしょうね、きっとそこに置いてあるってことは。だからもうびっくりしてですね、危うく本当にカラーコーンをね、そのまんま引いてしまうところだったんですよ。で、そのカラーコーンも色が赤で、赤の塗料が塗ってあるやつで、あれ多分そのまま引いたら絶対にボディとか色移りしてたんだろうなと思って、本当にね、ヒヤヒヤしたことがあって、で、そのね、警報音がね、ピーって鳴って、表示が出た時降りてみたら、多分あれね、5センチぐらいしかね、本当空いてないぐらいでした。めっちゃくちゃギリのギリぐらいでした。5センチとかね、10センチいかないぐらいの隙間しか空いてなかったんで、マジで危なかったです。で、このね、周囲静止物のオプションつけることによって、本当に命拾いしたことがあったんで、これはね、皆さんつけておくのをね、マジでおすすめします。実体験があるんで、この機能があるだけで、本当にね、ぶつかるリスクがね、減らせるので。で、こういうことがあってからは、なるべくね、車を動かす出庫前は、一度ね、パノラミックビューモニター使うようになりましたね。怖いんで。で、今回はですね、フロントのセンサーで、そういうことがありましたけど、このセンサーが車の側面にもつきますので、もちろんね、巻き込みですとか、何かこう壁で擦ってしまうっていう、なんかこう、あるじゃないですか。飲食店とか店舗の入り口に金属のポールが立ってて、で、それ、暗い中入った時に気づかなくってガリッとやっちゃうみたいな。で、そういうのをリスクが減らせるので、絶対つけておいた方がいいオプションかなと、個人的には思います。で、続いて3つ目になるんですが、これはですね、個人的に2つあってですね、で、それは何かというと、テレビキャンセラーと HDMI 端子の増設、この2つになります。で、この2つが揃うと、何ができるかっていうと、要は移動中はですね、動くリビング、動くミニシアターになるんですよ。で、テレビキャンセラーの方は確か5万円ぐらいでディーラーで付けれると思います。で、HDMI 端子の増設が2万2000円ぐらいで付けられますので、で、キャンセラーがあるだけでですね、走行中にナビ画面の操作もできるようになるだけじゃなくてですね、Amazon の Fire Stick と組み合わせることによって、走行中に映画とかアニメ、YouTube、その他もろもろ動画コンテンツ見ることができるようになるわけなんですよね。で、動画を見ること自体は、ミレルですとか、オッドキャスト有名だと思います。で、こういった接続、Android 媒体の接続でも可能だと思うんですけど、我が家はですね、地図と分割して、見るとかですね、そういった使い方はほとんどせず、常時全画面表示させていることが多いので、で、HDMI 接続の方が、大画面で見ることができるんですよね。特にAmazon プライムビデオとかですね、ああいった映画とかを流すときは、見れるとか、オッドキャストよりも、より大きな画面で見ることができますので、我が家はその HDMI の方を選んでるっていう形ですね。で、ナビを設定していても、動画を再生しながらですね、裏側で音声案内ももちろんしてくれますし、ヘッドアップディスプレイに簡単な案内も出ますので、うちとしてはこれで十分対応できるかなと思ってます。で、これをつけることによってですね、助手席の方が退屈することはなくなって、とても快適になりました。もちろんですね、ドライバーの方は、ナビ画面を注視することは厳禁ですけども、音声だけでもですね、聞いてるだけでも、かなり気分転換にもなりますし、助手席の方とのね、会話とかでも満足できるかなと思います。で、将来子供ができてもですね、きっとこういった装備は喜ばれると思いますので、ぜひつけることをお勧めします。で、デメリットとしてはですね、見れるオッドキャストとは違ってですね、車を買い替えるたびに、やっぱりそのコストがかかると。その端子とかキャンセラーをつけなきゃいけないですからね。見れるオッドキャストのメリットっていうのは、どの車に乗り換えても、車に接続すれば、ネット環境さえあればですね、どの車であっても対応できるっていうのがメリットの一つになってますので、そちらは使われる方の
好みで選ばれればいいんじゃないかなと思います。最後、4つ目になるんですが、それがですね、イルミネーションシリーズです。で、イルミネーションシリーズは何があるのかっていうと、ディーラーオプションでカップホルダーのイルミネーションとドアポケットのイルミネーションとなります。で、これはですね、夜間のドライブには間違いなくね、もってこいの装備だと僕はね、思ってるんですよ。で、自称僕はね、めっちゃ光り物大好きなんで、もう明るければ、明るい系の光り物はあればあるほどもちろんいいですし、このね、イルミネーションパッケージはですね、ディーラーのオプションの装備のカタログで見つけた時に、もう絶対つけようっていう風に心に決めてた装備なんで、で、NX はですね、もともと間接照明は、各所についてはいるんですけど、この2つをつけるとですね、夜の車内の雰囲気がよりムーディーになってね、結構おすすめなんですよ。で、きっとね、女性をね、乗せる方であれば、女性受けもいいと思いますよ。で、レクサスはですね、メルセデスとはちょっと違って、アンビエントライトの光量は比較的抑えられてますので、嫌味のない光量で光る箇所が格段に増えるので、テンション上がること間違いなしですし、同乗者へ与える印象もワンランクアップすると思います。カップホルダーのイルミはですね、38,720円。で、ドアポケットのイルミネーションはフロントとリアセットでですね、4箇所光るわけですけど、こちらで44,000円となります。もちろんですね、50色のマルチカラーに対応しているオプションになりますので、色を変えたりですとかね、そういうことも全てできます。で、価格はちょっとお高めですが、その分ですね、夜の雰囲気もぐっと上がりますので、その時のね、運転するドライバーさんの気分に合わせて、乗られる同乗者さんの気分に合わせて、50色のマルチカラーから色を変えながら夜間ドライブに出かけるっていうのもいいんじゃないでしょうか。満足度の高いオプションだと個人的には思ってます。はい、ということでですね、今回はつけてよかったオプション4選、僕の主観ではありますが、簡単にお伝えさせていただきました。もしよかったらですね、この動画を参考にしていただいて、NX を購入するための材料にしていただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの中でもですね、外せないオプションとかですね、こだわりのオプションとか、なんかありますかね？よかったらコメントで教えてくださると嬉しいです。またですね、この動画が少しでも参考になったよと思ってくださった方、ぜひグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。ではでは、今回はこの辺で失礼します。さようなら。